この動画にはエコーズ・オブ・アインクラッド第1層攻略前後の映像が含まれます。まだ見ていない、見たくないという方は音声だけ聞いてもらえると嬉しいです。SAO のアインクラッド編ではベータテスターはまるで悪者かのように扱われます。実際にまるで自分たちがズルをしていて、そのせいで他の多くの人が不利益を被っているかのように非難されるシーンがあります。しかしこれは本当でしょうか。今回の動画では嫉妬心とベータテスターの置かれている状況、そしてベータテスターが取るべき行動のベストについて話していきたいと思います。まず嫉妬心とベータテスターたちを引きずり下ろすことについて話しましょう。これは実際にアインクラッドで行われていたことです。キリトは第一層のボスを倒すのに貢献し、なんならそこで生き残った全ての人に貢献したにもかかわらず非難されるシーンがあります。キリトがいなければそこにいたみんなが命を落としていたにもかかわらずにです。おそらくキリトがいなければリーダーであるディアベルがやられた時点でみんなパニックになり、そのままコボルドロードに蹂躙されていたでしょう。彼らの行為は端的に言えば自分より優れたものへの嫉妬心と相手を引きずり下ろし自分を上に押し上げるための行動、つまり自分のための言動に見えます。あるいは責任を一人に押し付けるための行為でしょうか。人がしっかりと顔と名前を覚えられるのは150人が限界だと言います。つまり生物として私たちはそれ以下の人数の中で生活していたことが考えられます。これはダンバー数と呼ばれるもので、これを考慮すると確かに他人を引きずり下ろすことは自分を高めることにつながるように見えます。世界が本当に少数の人間で構成されていて、何も取り組むべき課題もなく、敵もいないのであれば確かにそうです。自分がグループの中の11番にいて、1番の人間がいなくなれば、自分は10番になれます。そのグループ全体のパフォーマンスを犠牲にして、キリトたちが閉じ込められたアインクラッドの状況を考えると、唯一1万人近くを救える可能性があるトッププレイヤーを犠牲にして騎馬王が一つ上のポジションを取れるということになります。ただこれは非常に怖い。なぜなら騎馬王自体が生き残れない可能性が高いからです。しかしキリトがいれば騎馬王も生き残れる可能性が上がります。彼の真意は定かではないですが、優秀な他人を引きずり下ろそうとする行為は、周りの身はおろか、自分の身すら危険にさらす行為だということです。一言で言えば、誰のためにもならない。とはいえ、騎馬王に同情の余地がないわけではありません。そして彼を批判したいわけでもありません。騎馬王とディアベルの関係については詳しくは存じ上げませんが、もし彼らがいい友人関係であったり戦友のような関係であれば、その人物が今まさに目の前で命を落とした状況で冷静でいることは難しいからです。もし彼が自分の嫉妬心や保身のためだけではなく、ディアベルの落命を受け入れられずにキリトを責めてしまったのなら、それは理解できる話です。ただそれはみんなで生き残ろうとしたディアベルの意思に明らかに反するので、ベータテスターを責めることはやはり適切ではないですが、
ゲームの序盤部分を体験していながらも、自らも同じく命の危機に瀕している彼らはどうするべきだったのでしょうか。もし善意にあふれたベータテスターがいて周りを助けようとしていたら、残念ながらその人は同じように嫉妬心などの対象にされ、ひどい扱いを受けていたかもしれません。なぜなら、いくつかの例外を除いて、多くの集団では何かに優れていたり、人が知っていないことを知っている人間は妬まれるからです。もちろん嫉妬心ではなく、それを向上心に変えられる人間や優秀な存在をむしろサポートし、全体のパフォーマンスを上げられる集団も存在しますが、そういう個人や集団は残念ながら少なく貴重なものです。そのため、大っぴらに自分がベータテスターだと公開し、周りを助けようとする行為は、現実的にはほぼ実行できないでしょう。そんなことをしては自分の身を危険にさらし、なんなら、ベータテスターだからあなたは仲間なんていらないだろう、と一人で冒険させられることになるかもしれません。キリトが言ったように、ほとんどのベータテスターは当選しただけの一般プレイヤーで、ゲームスキルに優れているわけでもなければ、効率的なレベリングについて知っているわけでもありません。むしろ第一線で実際のデスゲームを攻略してきた人間たちの方が優れているくらいでしょう。それどころか茅場明彦は明らかに意図的にベータテストとは異なるボスの挙動や予測不可能な要素を取り組んでおり、ベータテスト通りだと思い込んでいるプレイヤーの方がむしろ脱落するリスクがあります。エコーズ・オブ・アインクラッドでデスゲームを体験したプレイヤーなら知っている通り、慢心は敵であるからです。では、ベータテスターはどのように行動するべきなのでしょうか。考えられる方法は、1、何も知らない一般プレイヤーとして攻略に参加する。2、アルゴのようにビジネスとして情報を提供する。3、キリトのようにソロで生き残る戦略を取る。このあたりでしょうか。一つ目の方法は、おそらく半数以上のベータテスターが取るべき行動だと思います。なぜなら、ベータテストは正式サービスとは明らかに難易度が異なり、周りの人との人間関係も考えると、このぐらいしか安全策がないからです。信頼のおける友人にも、自分がベータテスターであることは話さない方がいいかもしれません。二つ目の方法は、アルゴのような知識、賢さ、そして実際のアジリティが必要になるでしょう。ただのいい人として嫉妬され終わることもなく、ビジネスとして自分も得をしながら身を守り、いざとなったら逃げ出せる俊敏性を持ちます。これはこの方法があるというよりは、アルゴだからこそ取れる手段かもしれません。あるいは詳細に優れていたり、闇商人のように立ち回れる人間も似たような手段を取ることができると思います。3つ目の方法は、自分の身を守れる力があり、危険を察知し生き残るための勘に優れた人限定のものでしょう。実際にキリトは何よりも周囲の危険を察知するためのスキルをいち早く上げました。それは人間が危険であるということを知っていたからです。それに加えて反応速度、戦闘力もずば抜けて優れていたため、この方法を取ることができました。
そして黒の剣士としてアインクラッドの英雄になることができました。実際リアルでの剣道の心得と経験があり、ベータテスターであり生粋のゲーマーでもある彼は、この世界で生き残るための最高のスペックを兼ね備えていると言っても過言ではありません。人助けのために行動できる勇気と優しさまでも兼ね備えています。もちろん、もしキリトほどの戦闘スキルがなくても、攻略の最前線を目指すより生存を優先するのであれば、いくつかの優れたプレイヤーはこの方法を取ることができるかもしれません。さて、あなたはベータテスターについてどう思いますか？彼らがいることをありがたく思うでしょうか？あるいはあなたがベータテスターになったらどのような行動をするでしょうか？ぜひ教えてほしいです。